Hi everyone on Earth, I'm ヌコルナ。地球のみんな、極楽様です。今回のヌコルナワールドでは、ファーストアルバムメテオ39という物語の入り口へご案内していきたいと思います。この動画はアルバムの答え合わせではありません。メテオ39がどんな思いから生まれ、どんな旅を描いた作品なのか、今日はその物語の入り口を一緒に旅していけたらと思います。メテオ39を作ろうと強く決心した瞬間はありませんでした。振り返ってみると気づいたらこの作品を形にしていました。私はこれまで経験してきたことを音楽や作品として表現し、昇華していくことが自分の役割なのかもしれないと思っています。そしてその表現が今まさに同じような思いや経験の中にいる誰かにとって小さな道しるべになればと、そんな思いを込めてこの物語は少しずつ形になっていきました。この物語は地球に生きるヌコという主人公から始まります。ヌコは日々の出来事や出会いの中で時には迷いながら自分自身と向き合っていきます。嬉しいことも苦しいことも全ての経験を通して少しずつ変化していきます。メテオ39はそんな一人の存在が本当の自分を探していく物語です。もしかしたらこの旅の中には聞いてくださる皆さん自身と重なる部分もあるかもしれません。誰もが持っている心の旅を描いています。この旅の中でヌコはある存在と出会います。地球で肉体を持ち、ヌコという名前で生きる存在。その心の奥にある本来の自分の姿。それがハイヤーセルフルナです。ルナとの出会いを通して、ヌコは少しずつ自分自身と向き合い、本当の自分を思い出していきます。そしてこの物語のタイトルにもある出来事がきっかけになっています。メテオという言葉がある時夢に出てきました。目が覚めてから調べてみると、それは隕石を表す言葉でした。私は昔から地球から見た隕石はただの石ではなく宇宙から届いた星のように感じていて、時には宇宙船のような存在にも感じていました。この物語の入り口としてメテオという名前がぴったりだなぁと思い、この言葉に決めました。そしてその頃よく私が目にしていた999という数字、調べてみるとライトワークという意味がありました。こうしてメテオ39というタイトルが生まれました。振り返ってみると、私はいつも何かのキーワードやイメージを受け取って、それが後から作品の一部になっています。メテオ39もそんな風に少しずつ形になっていった物語です。ということで、今回はメテオ39という物語への入り口へご案内しました。この物語があなた自身の中にある何かと重なる部分があれば嬉しいです。次回はこの旅を彩る一曲一曲に込めた思いや制作の裏側の話をしていきたいと思います。それではまたメテオ39の世界でお会いしましょう。See you again in the world of Meteo 39. Thank you, bye!